こんにちは、ぴょんです。今回は世界に認められた日本の名宿7選と題し、外国の方からも注目を集める日本の高級宿をご紹介いたします。さて、ここでクイズです。今回ご紹介する7件の共通点は何でしょうか？何をもって世界に認められたお宿とされているかの部分です。最後までご覧いただけましたらきっとお気づきいただけるはず。答えが分かった方はコメント欄で教えてください。それでは世界に認められた日本の名宿7選スタートです。今回は長野県で有名なお宿である扉温泉明神館へ行ってきました。このチャンネルではイートとトリップを合わせたイートリップをテーマにご飯の美味しいお宿や旅先で出会った美味しいレストランなどをご紹介しています。旅行もグルメもお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。明神館は長野県松本市に位置しています。車では松本駅から30分、塩尻北インターから40分、信州松本空港から45分です。標高1050メートルの山の中に世界的にも認められた秘境の温泉宿があります。さて、到着してこれからチェックインです。今回宿泊したのは11月上旬です。木々が色づいて紅葉のベストシーズンでした。1931年創業、周囲一帯が八ヶ岳中心高原国定公園に指定されています。少し早めに到着しました。そのままサロンに通され、ウェルカムドリンクをいただきました。お外が見えて暖炉のある素敵な空間です。ゆっくりとスパークリングワインをいただきながらチェックインを済ませました。今回は湯屋の間に宿泊しました。2019年4月にリニューアルされた全というカテゴリーのお部屋で、ありのままに自然と一体になってリラックスして過ごせるようなデザインになっています。温かみとスタイリッシュさが共存しているインテリアでおしゃれなお部屋です。中でもテラスにあるこの20平米の大きな露天風呂には気分が高まります。浴槽は寝湯としても楽しめる仕様になっており、晴れた日は自然の景色を眺めたり、星空を見上げることもできます。室内は72平米で十分広々とした空間です。洗面スペースも贅沢な作りで、女性に嬉しい充実したアメニティが揃っています。扉の奥にはモダンなシャワーブース。そしてその奥が露天風呂へとつながっています。この11月上旬の時期は紅葉が絶好調で、素晴らしい秋の景色が見れました。ベッドの後ろはクローゼットになっています。館内着の浴衣やパジャマなどに加え、チェックイン時にお預けした荷物も用意されてあります。お部屋に置いてあるお飲み物は、お茶やコーヒーのセットはもちろんのこと、ワインやワイングラス、おつまみ、チーズなども揃っています。館内には大浴場がなんと3カ所あります。これから3カ所をご案内します。まずこちらが
当旅館の看板である立ち湯です。深めのお風呂になっており、その名の通り立って温泉に浸かる仕様です。山の中の新鮮な空気と美しい自然の景色がとても素晴らしく、名物になっていることが頷けました。天の田力小野命の忘れ物が扉岩だそうです。次にご紹介するのは寝湯です。枕木に頭を乗せて寝た姿勢でお湯に浸かれます。3つ目が大浴場です。こちらに洗い場が一番多くあります。ご飯の様子を簡単にご紹介します。まずは夕食を、その後に朝食と映像が続きます。朝夕ともに和食かフレンチの2種類のレストランから選べます。今回は両方和食をチョイスしました。ソムリエさんがとても親切だったのが印象的です。楽しく美味しくいただけました。続いて朝食のご紹介です。こちらのレストランは改装されたばかりで素敵な内装でした。こちらの窓側にあるソファーのお席がとても良かったです。朝食はこのような感じでした。現在まだまだたくさんの動画を作成中ですので、ぜひチャンネル登録をして更新をお待ちください。動画が良かったらいいねボタンもお願いいたします。石川県の紅屋むかゆうさんに宿泊しました。こちらはご飯が大変美味しく、今回2度目の訪問です。カニの時期を狙って予約しました。前半はお部屋を、後半はお料理をご紹介します。すべての客室に露天風呂がついています。今回は洋室で、前回は和室に泊まりました。こちらが洋室です。セミダブルベッドが2台あります。シンプルでコンパクトですね。ここからすぐにシャワーブース、お風呂と続いています。森の空気を感じながら24時間温かい温泉に入れます。皮膚の表面に良いと言われる硫酸塩泉で炎症の鎮静や潤いを与えてくれる効果があります。ちなみに以前泊まった和室がこちらです。何もしない時間が何よりの贅沢でした。楽しみにしていたご飯の時間です。お料理はアップグレードしてズワイガニ解析をお願いしました。橋立港で水揚げされたタグ付きのブランドガニを様々な仕立てでいただけます。寒いのでまずは温かいお料理からです。そして早速香箱ガニが来ました。ズワイガニとクエと甘エビのお作りです。橋立港で採れた新鮮なズワイガニはカニのお出汁にくぐらせていただきます。びっくりするほど身が甘かったのと、カニのお出汁が飲み干したいくらい美味しかったです。お次は炭火焼きでいただきます。焼くのも身を殻から外すのもすべてやっていただけるので、贅沢にものんびり待つだけでとてもありがたいです。パチパチと音を立てながら香ばしい香りを漂わせています。絶妙な焼き加減で提供していただけます。
そして一つ一つ丁寧に身の部分を外してくださいました。炭火焼きはまだまだ続きます。ほぐした身を甲羅に入れてカニ味噌と一緒にいただきます。熱燗との相性が最高でした。のどぐろは脂がたっぷり乗っています。合鴨のつみれ鍋も豪華です。締めは香箱ガニと自家製のからすみのご飯です。最初から最後まで何もかもお味が良く最高でした。こちらは朝ごはんも美味しいです。絞りたてのフレッシュジュースと牧場の牛乳から始まります。お味噌汁がカニのお出汁で感動しました。お野菜がたっぷりで栄養のバランスも良いですし、お魚や小鉢などのお味が素晴らしく、お料理のレベルの高さを再確認しました。京都の要庵西富屋さんに宿泊しました。1873年創業、150年の歴史を持つお宿です。ミシュランの星を獲得し、ルレーシャトーに加盟しているお宿と素晴らしい肩書きを持っていますが、どのようなお宿なのでしょうか。チェックインは14時、応接間のようなお部屋で不満汁とお茶をいただきました。今回宿泊したのは若菜のお部屋です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋、館内施設、お食事、サービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。若菜は8畳2間のお部屋です。ダイニングテーブルの置かれている最初のお部屋にドリンク類があります。上段にある 135ml の小さい缶ビールとウーロン茶飲み無料です。8畳と8畳の2つのお部屋の間には3畳のスペースとお化粧室があります。一番奥のお部屋は本間です。本日は雨が降っており、もう夜のように見えますが、まだお昼間ですので、夕食までのんびり過ごそうと思います。本間のお隣には土間があります。棚には本がいろいろと置かれていました。今度は玄関の方に戻ってウェットエリアを見てみましょう。クローゼットにはガウン、浴衣、サムエ、足袋が置かれています。洗面所はダブルシンク。アメニティは歯ブラシ、ヘアブラシ、基礎化粧品のセット、カミソリ、お裁縫セット。カゴの中にドライヤー、ヘアアイロン、タオル類が用意してあります。お風呂は温泉ではありません。シャワーは2種類ありました。お食事は朝晩ともにお部屋ではなくお食事処の個室でいただきます。フランスのキャビアとウニ、下には京都ルリ系で作られたクリームチーズがあります。松茸とサーロインの煮物ワン。お作りは4点。ごま油を絡めた長崎県のケンサキイカ。トロの炙り、上のお花はホジソです。
ホッキ貝の炙りとみょうが、アコウダイと入り酒、手打ちそばに目の前でイタリアアルバの黒トリュフを上から削っていただきました。焼き物はグジと秋のナッツ、銀杏、落花生とペーストは栗です。揚げ物は松茸とハモのフライ。松茸のフライは閉じ込められた旨味がじゅわっとあふれ、最も好きな調理法の一つです。メインディッシュにお肉。部位は奥がヒレ、手前が貝のみです。お食事に自家製のベーコンとレンコンの炊き込みご飯。水菓子は2種類のぶどうです。お食事の間にお布団を敷いていただいていました。朝食は京都のおばんざいスタイル。おばんざいとは漢字でこのようにも書かれ、晩には日常的なという意味がありますので、京都のご家庭で親しまれている普段のお惣菜というニュアンスです。お漬物、うなぎときゅうり、うざく、ちりめんじゃこと山椒。焼き物はのどぐろ、生ハムとアボカド、柿、牛肉とかぶの煮物、ナスの煮物、要庵西富屋は日本の京都府京都市に位置しています。東京駅からは東海道新幹線ののぞみで2時間10分。グリーン車ですと1人往復3万8000円くらいでした。飛行機の場合は大阪伊丹空港から約1時間、関西国際空港から約1時間半です。鹿児島の天空の森さんや静岡の浅場さんをはじめ、日本で11件の施設が選出されているルレーシャトー。厳格な審査をクリアし、上質な食とホスピタリティの提供されている世界的に超一流の評価を受けたお宿です。沖縄唯一のルレーシャトーがこの今回宿泊するジ・ウザテラスビーチクラブビラズです。景色の良いフロントでチェックイン。タンカンとレモングラスのハーブティーをウェルカムドリンクでいただきました。まるで海外のような雰囲気ですね。客室数は48室、全室プライベートプール付きです。今回私は一番リーズナブルなクラブプールビラワンベッドルームに宿泊しました。料金は動画の最後に発表いたしますので、お部屋や館内の施設、お食事などの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。一番こじんまりしたこのお部屋でも占有面積は186平米。この広いプライベートプールを挟むように寝室の棟とリビングの棟がそれぞれ立っています。この時は10月の上旬、日中の気温は連日28度ほどまで上がり、プールに入るにはぴったりの気持ちの良い陽気でした。
まずはじめに左側にある寝室のドアをご案内いたします。ベッドはセミダブルサイズが2台並ぶハリウッドツインのタイプです。ベッドの向かい側にはテレビと窓があり、プールビューで明るい寝室です。ベッドルームから奥へと進むとバスルームがあります。その間は左右ともにクロークになっていて、3種類のウェアがこちらに用意されています。ハンガーにかけてあるのはプールサイドなどで着るための水着の上の羽織。引き出しの中にはガウンとお休み用のリラックスウェア。一番下の段には金庫とスリッパ、お持ち帰り可能なバッグが入っていました。ポーチの中にはドライヤー、タオル類もたっぷりと用意されていて、お願いすればいつでも交換していただけます。洗面所はダブルシンクで嬉しいです。アメニティも非常に充実しています。月桃のエキスが配合されたホテルオリジナルの基礎化粧品セット、お化粧水、乳液、クレンジングが入っています。水色のものはシャンプー、コンディショナー、シャワージェル、ボディミルクです。トロピカルなバスソルト2種類と人数分のシャワーキャップ。シャワーキャップはプールで遊ぶ時にも重宝します。ヘアブラシとカミソリ、シェービングフォーム。歯ブラシとボディタオルは人数分用意されています。手を洗うようにさりげなくミニタオルとホテルオリジナルの固形石鹸。蓋付きの入れ物の中には個包装のコットンと綿棒。バスタブは長さ深さともにゆとりのある作りでとても大きいです。プールに面しているため明るく開放的でリラックスできました。バスタブが広いのでお湯が溜まるまで15分ほどかかります。お風呂に隣接してシャワールームがあり、こちらはプールサイドからもアクセスが可能です。洗面所にあるものとは別でシャワールームにもシャンプー類が用意されていました。そのお隣のすりガラスの扉の中はお化粧室です。今度はもう一つの建物、リビング棟をご案内いたします。快適な冷房が効いた良い香りの室内はまるで海外の高級リゾートにいるかのような気分です。チェックイン日の本日はピョンの誕生日当日のためスパークリングワインをプレゼントで頂戴しました。イタリアの最高格付け TOCG のフランチャコルタ。ドライな味わいでとても美味しかったです。ありがとうございます。お菓子やアルコールも含め、すべての飲食物は追加料金なくいただけます。このチャタンハーバーブルワリーのチャタンビールは、なんと自社で作られているクラフトビールです。ソフトドリンクは9種類。ハリボー、オリーブ、チョコレート。で
電子レンジも備え付けられています。電気ケトルとお茶類、コーヒーのセット。コーヒーマシンはネスプレッソです。小さめのシンクと IH のコンロまであります。引き出しの中にはカトラリーと常温で大丈夫なスナック類。ナッツは止まらなくなります。さらにスピリッツまで無料です。洗濯機と洗剤まで完備で本当に便利です。リビングにもテレビがあり、扉の中に収納されています。スリッパは分厚くふわふわで高級感があり、ビーチサンダルはお持ち帰りが可能です。細かい配慮がとても親切ですね。可愛らしい鍵を持って館内を散策しに行きましょう。To a blessed collision, still frozen time. Spill drink as Cupid and the sound of her first chime. 宿泊者専用の屋外プールは4月から10月の間営業されています。Best part of my life. And when we make love, babe. プールサイドにはデッキチェアとパラソルがあるので、読書やお昼寝をするのも気持ちが良いです。1階のショップはホテルと思えないほどの品揃えで、お土産はもちろんお洋服や雑貨まで幅広く並んでいます。そのショップの一角にはカフェもあり、スムージーなどのドリンクやサンドイッチなどの軽食が販売されています。テイクアウトが可能ですので、お部屋へ持って帰ったり、すぐ目の前のビーチでピクニックを楽しむことも可能です。カフェとプールの間にテラス席があり、夕食にレストランではなくこちらでバーベキューを中心としたサンセットグリルを選ぶこともできます。同じ1階にジムもあり、8時から20時まで営業しています。お水やタオルも用意されていました。レセプションハウスの2階、フロントのお隣にバーラウンジがあります。営業時間は8時から23時。そのうちの14時から17時はティータイムで、お飲み物とお菓子が用意されています。すべて追加料金なしで自由にいただくことができます。コーヒーはネスプレッソマシンが置いてあり、ミルクフォームがふわふわで美味しかったです。そして17時から19時はアペリティフタイムです。アペリティフは食前酒のこと。夕日を眺めながらのんびりとスパークリングワインをいただきました。サラダやシャルキュトリーとチーズなど、夕食前のお酒とともに最適なおつまみも用意されています。しかも素晴らしいことに、プールサイドでバイオリンの生演奏がされているのです。メインレストラン、ファインダイニング。フレンチを中心にヨーロッパ料理をベースにしています。男性は襟付きのシャツ着用など、ドレスコードありの格式高いレストランです。
事前にホテルの方にご相談し、海側ではなくプール側をリクエストしました。海側は日が落ちると景色が真っ暗になってしまうのですが、プール側はライトアップされるのと生演奏がされているのでおすすめです。今回はアラカルトで注文しました。アミューズの若鶏のコンフィと下にクスクス。低温調理してあり柔らかく仕上がっています。バケットとフォカッチャ、なんと自家製の小麦から作られています。ここまでの2つは注文せずに出てきたもので、ここから先が自分で注文したお料理になります。ムール貝をアワーファームの香草と白ワインで香り付けした蒸し。ニンニクと香草がなんとも良い香りで食欲をそそります。2名で2回ずつこれくらいの量が取れるほどたっぷりあります。ところでアワーファームというのはホテルの敷地内にある自家農園のことで、農薬や化学肥料を使わない自然農法で育てられた四季折々のお野菜や果物、ハーブなどがお料理、お飲み物をはじめエステルームなどでもホテルのいろいろなところで使われています。宇佐農園で育てられた無農薬のじゃがいもや人参を使ったポタージュ。スープは1名ずつ取り分けて提供していただきました。県産きのこと島野菜のバベッティーニ、トリュフの香りを添えて。お取り分け前でこの量。緑色のお野菜、四角豆の美味しさに感激しました。続いてお魚料理は読谷村の戸谷漁港で水揚げされた新鮮なお魚、クルキンマチという高級魚を備長炭で焼き、アサリ、オリーブ、ドライトマト、アンチョビと軽い煮込みにしていただきました。魚介とお野菜のエキスが凝縮されたスープがまた非常に美味しく、ここにも自家農園のハーブが豪華な香りを添えています。お次にお肉料理で希少部位黒毛和牛ミスジのグリリア、赤ワインソースと赤ワインのマスタードで。ミスジは牛の肩甲骨の内側で1頭からほんの少ししか取れません。締めにパルミジャーノレッジャーノと生ハム、島野菜のリゾット。オクラはダビデの干しオクラという珍しい品種です。この土地ならではの食材がふんだんに使われていて良いレストランでした。アラカルトの料金内訳もこの動画の最後にお教えいたしますね。おはようございます。風がありますが、とても暖かくて心地よい気候です。直射日光が当たらないので、むしろ曇りでちょうどいいくらいです。朝ごはんはセミブッフェ方式。場所はファインダイニングにて、営業時間は7時から10時30分。予約は不要ですので、その日起床してからの気分で好きな時に行くことができます。メインディッシュを4種類の中から選択できました。スパークリングワインも朝から飲み放題です。サラダとフルーツバーに加え、6種類のパンとパンにつけるバターとジャム、
本日のスープおすすめです。ハムとスモークサーモン、蒸し野菜は沖縄名産の紅芋。ブッフェで副菜をとっている間にメインディッシュが作られています。朝は海もプールも見渡せるテラスの角席に座ることができました。こちらはメインディッシュのお肉料理バージョンです。ビーフステーキ、マッシュポテト添え。朝でも食べやすいようお肉は 70g ほどのサイズです。私が選んだのは卵料理。オムレツとクロックムッシュです。オムレツがトロトロで最高の仕上がり。クロックムッシュは中にチーズとベーコンが入っていて、こちらも非常に美味しいです。ブッフェからはお野菜、海藻、ナッツ、チーズなどのサラダとスープを取り少し軽めにしました。食後はラウンジによりコーヒータイム。ゆっくりとくつろげました。日本を代表するリゾート地、沖縄県。本島中部西海岸の読谷村にこちらのホテルは位置しています。空港リムジンバスで那覇空港から約90分、ロイヤルホテル沖縄残波岬で下車します。こちらのバス停はウザテラスのすぐお隣のホテルです。バス停とウザテラスの間は事前に予約すると車で送迎していただけます。今回は別邸千寿庵さんにお邪魔しました。以前宿泊して素晴らしかったので2度目の訪問です。35,000坪の敷地に客室数は18室。全室に源泉かけ流しの温泉露天風呂を備えています。お部屋、夕食、朝食、館内施設の順にご紹介いたします。到着してまずはロビーでチェックインをしました。ウェルカムドリンクにスパークリングワインをいただきながらのんびりと済ませます。この時は3月上旬でまだ雪がたくさん残っていましたが、高速道路、一般道、いずれも車でのアクセスには何も支障がありませんでした。モダンと伝統の融合した建築。フロントと客室をつなぐ70メートルの曲面廊下をはじめ、館内の随所に漆喰や金銀箔、土壁、和紙などでの装飾、くし引き、模様仕上げなど高度な職人技術が施されています。今回は和室 B という 12.5 畳のお部屋に宿泊しました。こちらの和室 B は最もリーズナブルなお部屋です。まず玄関を入って左側にドリンクコーナーがあります。私はカフェラテ派なので牛乳が用意されてあることが最高に嬉しかったです。スナック類は有料ですが、お茶受けのお気遣いがありました。コーヒーサーバーはネスプレッソです。冷蔵庫のドリンクは有料でした。ドリンクコーナーの真後ろ、玄関を入って右側には 6.5 畳の本間があります。必要最低限の設備でコンパクトかつシンプルなちょうどいい感じです。お手入れが行き届いていて、日当たりもよく気持ちがいい空間です。
すんなり落ち着けるのが和室の良さな気がします。誰も足を踏み入れていない真っ白な雪が美しいです。広園から谷川の山々が見えます。そして千住庵で一番大好きなのはやっぱり客室露天風呂です。障子は自由に開閉できます。洗面所を通って温泉のご案内へ参りましょう。一番コンパクトなお部屋でもダブルシンクなのがすごいなと思うのですが、先ほどのドリンクコーナーの左右に分かれてトイレが2つあるのには驚きです。千住庵はアメニティが豪華ですね。種類も多いですし、館内の至るところでモルトンブラウンが使われています。ガラス戸を一つ開けるとシャワールームがあります。その奥にはお部屋から見えた露天風呂があります。実際に入ってみるとお肌のツルツル感がありました。弱アルカリ性のお湯でお肌を軽くクレンジングする効果があるようです。カルシウム、ナトリウム硫酸塩塩化物温泉という泉質で塩分が汗腺を塞いで湯冷めしづらく、また殺菌作用もあります。千住庵はチェックインが13時なので1日目が大変有意義に過ごせます。それでは待ちに待った夕食の時間です。夕食と朝食はともにお食事処のながら茶屋にていただきます。ながら茶屋はすべて個室の作りになっています。私はお部屋食があまり好みではなく、できればお食事の会場がお部屋とは別になっているところがいいなと思っていつもお宿を探しています。ご飯の支度をしていただく際にお部屋をきれいにしておかないと思って気を使ったり、中井さんがご準備されている時の過ごし方に迷ってそわそわしたり、あと寝る時になってもお料理の匂いがずっと残っていたり、ですのでお食事処があってさらに個室でというのは非常に快適でありがたいです。お料理は日本料理です。地元群馬県産の食材を中心に構成されています。和食は落ち着きますね。ハマグリのお出汁は旨味が効いていて、かといって濃すぎず、まさにちょうどいい塩梅でした。群馬はこんにゃくもマスも有名ですよね。焼き物は桜鯛の木の芽焼きです。たっぷりの木の芽が春を感じる味でした。蒸し物は赤城鶏と麦豚。みぞれ仕立てになっていてさっぱりといただけます。メインディッシュは増田牛のフィレを石の上で焼いていきます。増田牛とは高崎市の増田さんが育てられたこだわりの黒毛和牛です。お口直しは新じゃがいものビシソワーズです。このプレートは溶岩でできています。岩塩か吹き味噌をお好みで。増田牛は血統と餌に特にこだわり、メスだけを32ヶ月間の長期にわたって飼育しています。お野菜も甘くて美味しいです。たけのこご飯とちぎりっこ汁。すいとんが入っていました。甘味はいちごアイスと桜餅です。桜餅は中にいちごが入っていて豪華でした。事前の断りがあった通り、
お部屋へ戻るとお布団が敷いてありました。枕と敷布団は一人ずつ好みを聞いていただけます。それからお夜食が置いてあるのも嬉しくて、お腹はいっぱいですがついついいただいてしまいます。蒸し器ではちまきが温められていて、温かい状態でご用意いただいているというご配慮に改めて素晴らしいなと感動しました。フルーツは冷蔵庫の中に。それではおやすみなさい。おはようございます。なんととても素晴らしい計らいで、チェックアウト後に朝食をご用意していただきました。普段朝早くから食事をしない私には大変ありがたいです。温泉に入ったり、ゆったりと朝の時間を過ごし、11時にチェックアウトをしてからお食事処に参りました。朝食は和食と洋食の2種類から選べます。今回は和食を選択しました。タンパク質多めでいいですね。この中には明太子が。牛肉の煮物、とっても美味しかったです。和食は焼き魚を鮭、鮎、アジの3種類から選べます。この後は館内施設をご案内いたします。結構ユニークなところもありますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。おなじみの曲面廊下。客室のある棟からフロント方面に歩いていきましょう。廊下の中ほどに大浴場があります。内風呂はヒノキのいい香りが充満していました。こちらは露天風呂へと続く道。そこには石が敷き詰められていて、目の前の川とシームレスな自然の雰囲気がありました。客室数が少ないお宿なので、ほとんどずっと貸し切りでした。自然には本当に心が癒されますね。空気もきれいで、マイナスイオンが東京の50倍もあるそうです。2つに分かれている大浴場は時間帯によって男女が入れ替わります。もちろんタオルやスキンケア用品は完備されています。こちらの内風呂は石造りのお風呂。どちらの大浴場にもサウナがありました。水風呂とキンキンに冷えたお水も。空気が冷たくなった夜の露天風呂も心地よいです。それではまだまだ館内をご案内していきます。フロントの横にはお土産屋さんがあります。こちらはチェックインをしたソファーです。奥にもくつろげるスペースが続いています。お庭に出るときは長靴も用意してあるので安心です。廊下からもちらりと見えていたドームに行ってみたいと思います。360度を見渡せる透明のドームの中には、ふかふかのソファーにバイオ燃料で温められているストーブがあり、快適にのんびりと過ごすことができます。今までに体験したことのないような非日常空間になっていて新鮮でした。さらにその奥へと進んでみます。
山小屋のような小さい建物が建っています。中へ入ってみると、一枚板のテーブルと冷蔵庫が、地元産のいちごに無料のドリンクまで、建物のすぐそばには手湯がありました。外が寒いのでありがたさもひとしおです。今度は曲面廊下を戻って客室棟の方へ。読書室へ行ってみましょう。雪で道がだいぶ埋まっています。こちらでも用意してある長靴に履き替えて雪道を進んでいきます。滑らないように気をつけながらサクサク進んでいくと見えてきました。あちらが読書室です。他の宿泊者の方とほとんど遭遇せず、こちらでも終始貸し切りでした。木の匂いと暖炉のパチパチという炎の音が心地よいです。セルフでコーヒーをいただけます。窓に面しているお外を眺められるお席もありました。このエリアに生えている樹木の断面が飾ってあり、とても興味深かったです。日本屈指の名旅館、浅場さんに宿泊しました。静岡県の奥伊豆にある修善寺温泉に位置しています。地名にもなっている修善寺は弘法大師空海が開いた禅寺です。1484年、修善寺の堂守を務めた浅場薬郎行忠氏が門前に宿坊を開いたことがこちらの旅館の起源で、代々浅場家によって受け継がれ540年の歴史を持っています。夏らしい清涼感のある波模様の大きなのれん、木彫りの装飾が見事な唐破風屋根の堂々たる風格。これから待ち受けている至極の時を思い心が躍ります。ルレイシャトーという組織をご存知でしょうか。厳格な審査をクリアしたお宿やレストランのみが加盟できる世界的組織で、1988年に日本の施設で初めて加盟したのがこの浅場さんです。約1万坪の敷地に足を踏み入れると、外界から隔絶されているかのようなゆったりとした時間が流れています。錦鯉が泳ぐ池の向こう側には滝が落ち、蝉しぐれと水音の重なりに成果を改めて実感させられる8月の上旬です。そして浅場さんが旅館として一線を画す象徴が能舞台月経殿です。修善寺芸術機構と題し、能楽や狂言など日本の古典芸能の公演が人間国宝の野村万作氏などをはじめとする一流の師により行われています。客室へ向かう途中には標柱が置かれていて、思わず皆歩みを止めます。そこかしこで風流な演出があり、受け手も感性を研ぎ澄ませている方がより楽しさが膨らみます。客室数は全部で12室。予約したのは2階にある同段のお部屋です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。同段は12畳の本間と18畳の寝室を持つ80平米のお部屋です。足元にはさりげなくクッションが置かれています。チェックインは14時30分、チェックアウトは11時30分です。
煩雑な手続きは一切なく、お茶とお菓子をいただきスムーズに終わりました。お茶と不満じゅうの美味しさに加え、おしぼり一つとっても上質なものだとわかります。伝統と日本家屋本来の美しさを守りながらも、現代的な居心地の良さや機能が調和する美しい空間です。例えば本間は足を痛めないテーブルと椅子のスタイルですが、椅子に腰掛けた時の目線に合わせて床の間などのしつらえが従来よりも高めに整えられています。テレビと電話機は扉の中にしまってあり、景観に触りません。ふと上に目線を上げると板目の揃った端正な天井、照明も至ってシンプルで引き算のインテリアです。扉の一つは開けるとクローゼットになっていて、浴衣が1人2着ずつそれぞれの身長に合わせて用意されています。続いて寝室をご案内いたします。ちなみに扉の開閉時に気づいたのですが、扉の滑りが良くなるよう3の部分だけ材質を異にしてあります。寝室は本間よりさらに床面積が広くて、天井が高くゆとりを感じる空間です。窓と反対側の天井からも明るい光が差し込んでいます。熟練のスタッフによるベッドメイキングにも定評があり、ふわりと空気をはらんだお布団とピンと張られたシーツが美しいです。電気やエアコンのスイッチ、リモコンなどが2つのベッドの間にまとまっています。ベッドの横、お部屋の一番端には金庫と電話機が置かれていました。世界的な美術家リー・ウーファン氏の版画、今時期の自然と色がマッチしています。随所に高い技術が施された天童木工のロッキングチェアは、イサム・ノグチ氏がアトリエで愛用していたことでも知られています。またこちらのお部屋も天井が規則正しく美しいです。テレビは本間と寝室に合計2台あります。ドリンクコーナーを見ていきましょう。冷蔵庫の中身は無料です。修善寺のクラフトビール、みかんジュース、静岡茶、伊豆の天然水が入っています。静岡県は日本一のお茶の名産地。土壌と気候が茶栽培に適していて、日本の茶畑の 40% が静岡県にあります。コーヒーはサルタヒココーヒーのドリップ式、紅茶はイギリスのアーマットティーです。ウェッジウッドのカップに木製の茶卓が合わせてありました。こちらのお部屋のクローゼットの中にはパジャマが用意されています。ガーゼのような触り心地の優しいコットン生地です。最後にバスルームをご紹介いたします。正面が鏡ではなく一面窓というのは、今までありそうでなかったデザインで気に入りました。左右の壁に鏡が配され、まるで窓が3つあるようです。日本が誇る綺麗な水回り。基礎化粧品はセンサイという日本生まれの高級コスメブランドで、メイク落とし、洗顔料、化粧水、乳液が置かれています。タオル類もふかふかで上質です。特にガウンの素材は滑らかできめ細かく、高級感がありました。美しい景色はお風呂からも楽しめます。お
風呂の素材として最高級品の高野薪でできた浴槽に日本百名湯にも選ばれている修善寺温泉を源泉かけ流しで、泉質は保湿効果があるメタケイ酸をやや多く含んだ単純温泉、pH 値 8.51 のアルカリ性です。お風呂中に高野薪の良い香りが充満しています。蛇口から出てくる温かいお湯はすべて温泉のようです。トイレは TOTO のネオレスト。最後にお部屋の入り口の鍵ですが、取っ手についている丸いボタンを押してから扉を閉めることで鍵がロックされる仕組みになっています。ゆったり館内を散策してまいりましょう。あちらに見えるのは世界的なアーティストハリー・ベルトイヤの名作ダイヤモンドチェアが目を引く開放的なサロンです。現代美術家宮島達夫氏の代表作デジタルカウンターがお出迎えしています。入り口を入るとフランスのコンセプチュアルアーティストダニエル・ビュランのアイコンストライプの作品。ソファーは広い間隔を持って配されています。私が前回浅場さんに宿泊したのは2020年の秋でした。今回は2024年の夏ですので約4年ぶりの再訪です。浅場さんは2022年と2023年に大規模な改修を行い、客室は16室から12室に減らし、サロンは従来の2倍に広げました。迫力ある岩肌の目の前に作られたテラスは隠れ家のようです。夕方になっても日差しは強く、セミの大合唱が暑さを助長しているようにも感じますが、きっと数ヶ月後にはこれが夏の良い思い出になるのだと、この熱も湿気も大切に受け止めています。ロビーの一角には広々としたショップのスペースがあります。館内で目にした調度品、お部屋に置かれていたアメニティなどが並び、一流の品々を使ってもてなしていただいていることが容易に理解できます。センスが高くおしゃれなラインナップで見ていて飽きません。館内には3カ所の浴場があります。まずは内風呂。木のぬくもりと石のクールさが融合したデザインです。お部屋の温泉も大浴場もすべて源泉かけ流しで塩素消毒などもされていません。それでいてもちろん水質は綺麗です。歯ブラシやカミソリなどをはじめとしたアメニティ、基礎化粧品、ドライヤーとタオル類すべて揃っていますので、お部屋から何も持たずに来ることができます。2つ目は露天風呂。内風呂は男女それぞれの浴場が用意されているのに対し、露天風呂は1つしかありませんので、時間帯で男女が分かれています。夕方も朝も夜も違った景色を楽しめるよう、男女の入れ替えはとても頻繁に行われますので、露天風呂の入り口に置かれている縦札の表示や、お部屋に置かれている時間割をよくご確認ください。竹林と池を望み、四季折々の自然を楽しめる美しい環境で、今の時期はハスのお花が咲いていました。アルカリ性のお湯は肌の表面をつるりとクレンジングしてくれます。最後の一つは貸切風呂です。修善寺温泉は伊豆半島で最も古い歴史を持つ温泉地で、平安時代初期の西暦807年に弘法大師空海により開湯されたという伝説があります。
源氏ゆかりの地でもあり、鎌倉時代の逸話にもよく登場しますし、江戸時代中期には温泉地としての開発が進みました。明治時代以降には交通網が整備されたことから静かな環境を好む文豪からも愛され、夏目漱石、芥川龍之介、川端康成などの著名人がこぞって滞在し、数々の名文学作品が生まれました。3カ所の浴場付近にはミネラルウォーターが用意されています。全12室のお部屋は8つの価格帯に分かれています。浅場さんにお泊まりになられたことがある方は、それぞれのお部屋のご感想をぜひコメント欄で教えてください。さて、お風呂からお部屋に戻ってきて、冷蔵庫の中に入っていた修善寺ビールをいただきます。夏のお風呂上がりにビールは最高ですね。浅場さんの魅力は美しい景色や美術品、温泉だけにとどまりません。お食事のレベルが非常に高く、グルメサイトの口コミ評価ではホテル旅館部門で全国第1位に輝いています。先付けはウニと毛ガニのいい蒸し。一品目からインパクトのある豪華な食材が使われています。二品目は旬のトウモロコシのお料理が2種類です。カンカン娘という品種のトウモロコシが使われていて、カラッと揚がったかき揚げと味わい深いすり流しを楽しめます。やっぱり日本料理は落ち着きますね。食前酒として供された修善寺の日本酒万葉を1合お願いしました。お部屋食でありながら冷たいものは冷たく熱いものは熱々でという温度管理が想像以上に完璧です。3品目はすっぽんと冬瓜のお椀。一切臭みがなく芳醇な旨味が出ています。4品目はお作りの盛り合わせ。地元産のメイチダイ、アオリイカ、島味の夏野菜あえ。メイチダイは上品な脂が乗っていて、アオリイカは柔らかく甘みがあります。島味は夏野菜と和えることでさっぱり爽やかです。5品目は夏の名物、鮎の塩焼き。地元の清流、狩野川で採れた新鮮なものです。今までは鮎は小さい方が良いと思っていましたが、この時期の鮎は身に脂があり肉質が柔らかく、成魚には成魚の美味しさがあると気がつきました。ここでおしぼりとお箸が新しいものに交換されました。6品目は車エビとホタテ、たたきオクラと生姜のジュレ。黄色いお花はきゅうりのお花で、食べるときゅうりのお味がします。7品目は穴子の黒米寿司。一年中提供されている浅場さんの名物料理です。8品目はトコブシの唐揚げと万願寺唐辛子。トコブシはアワビを小さくしたような貝です。柔らかく揚げてあります。締めのお食事は鮎ご飯。蓼の葉は鮎と合わせる定番の薬味で独特の辛みと香りが特徴です。お好みでご飯にかけていただきます。お味噌汁には夏らしく純菜が入っています。お出汁の塩味が抜群の味付けで美味しいです。デザートは3種類から1人ずつ好きなものを選べます。私は地元静岡県産のメロンにしました。
しっかりと甘いですが、果物ですのでライトです。他の選択肢にはくず切りとブランマンジェがありました。最後にアイスクリームです。手前がみかん蜂蜜、奥は万願寺唐辛子のお味です。とってもお腹いっぱいになりました。どのお料理も美味しかったです。食後はお散歩がてら、また館内を散策。お昼間とはまた雰囲気が変わり、しっとりとしています。貴重な本が並ぶライブラリー。いつまででもここでゆっくりしていたいです。いつか修善寺芸術機構の公演がある時にも宿泊してみたいです。おやすみなさい。おはようございます。本日も快晴で清々しい一日の始まりです。朝食もお部屋食で、時間は8時から9時の間の開始で選べました。開始時刻の15分ほど前になると、中井さんがお支度にいらっしゃいます。温かいお料理は温かく、着席してから用意されます。それでは一品一品ご紹介してまいります。桜エビと枝豆の卯の花。もはやおからではなく、お豆腐と思えるほどしっとりとしています。小松菜の白あえ、すりごまが香ばしく香ります。だし巻き卵は極限までだしの比率が高くて柔らかく、薄味で優しい味わいです。たっぷりの大根おろしが別皿で添えられています。蓋付きの器の中にはナスの甘皮に、地元産のアジの干物、しっかり脂が乗っています。板前さんの腕が光る薄くて面積の大きい削りたての鰹節。この鰹節は炊きたての白いご飯にのせていただきます。お米は一般流通していない修善寺のコシヒカリ。わさびも驚くほど美味しく、選び抜かれた食材であることがわかります。赤だしはしじみの旨味がしっかり出ていて、塩梅もちょうどよく完璧です。デザートはアメーラトマトの含ませ。しそのお花としそのジュースが合わせてあります。ごちそうさまでした。アクセスについてご案内いたします。浅場さんは静岡県伊豆市修善寺に位置しています。東京駅から最寄りの修善寺駅まで踊り子号という特急列車があり、乗り換えなしで120分です。新幹線の最寄り駅は三島駅で、三島駅から修善寺駅までは在来線で35分。修善寺駅からお宿まではタクシーで7分です。車ですと東京都心からお宿までおよそ2時間半くらいです。9月も下旬に差し掛かっていますが、まだまだ夏のような陽気が続いています。本日は兵庫県の城崎温泉まで参りました。山陰を代表する有名旅館、西村屋本館さんに宿泊します。何年も前からずっと憧れていたお宿で、念願かない初訪問です。チェックインは15時。
口述する理由からかなり早い到着になってしまったのですが、事前にご連絡したところ、快くお出迎えいただけました。お部屋の準備が整うまでロビーラウンジで待たせていただきます。本日の気温は35度もありまして、冷房が効いている室内で、しかも無料でお飲み物までいただけてありがたいです。西村屋本館は、江戸時代後期の安政年間創業160年以上の歴史を持っています。創業以来数々の文化人や著名人からも愛されてきました。館内にある展示室には、貴重な書画や伝統工芸品、歴史的資料などが数多く収められています。歴史の勉強の中でや、有名な文学作品の著者として、誰もが耳にしたことのある偉人の名前がそこかしこに出てきます。城崎温泉といえば、志賀直哉の短編小説、城崎にての舞台としても有名です。今から1400年以上前にあたる除名天皇の時代、西暦600年代の前半頃に傷ついたコウノトリが水たまりで傷を癒していたところを村人が見つけ、近寄ってみると温泉が湧いていたという伝説が城崎温泉の始まりとされています。また、現代でも広く使われている湯治という言葉は、鎌倉時代の明月期に藤原則元が城崎へ湯治に出かけたとの記述が湯治という言葉の現れた最も古い記録なのだそうです。客室は全部で29室。今回は露天風呂付き特別室、雲井のお部屋に宿泊しました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。15畳の本間と5畳分くらいの広さがある広A。こちらは角部屋で2面が窓になっており、緑が美しく明るいお部屋です。こちらのお部屋は2022年にリニューアルされており、もともと2つの別のお部屋だったところが1部屋になっていますので、作りにゆとりがあり広々としています。窓のない面にも光取りがあり明るいです。一息ついたところで中井さんがお抹茶とお茶菓子として水羊羹を運んできてくださいました。今度は寝室をご案内いたします。寝室は6畳でキングサイズのベッドが置かれています。樹落の壁、組子の間接照明など、寝室にふさわしい落ち着いた雰囲気です。寝室を出るとお隣にはドリンクコーナーがあります。コーヒーマシンはネスプレッソ。お茶室の水屋のようなデザインです。冷蔵庫の中身は宿泊料金に含まれています。そのお隣はクローゼットです。一番奥がお化粧室となっています。最後にバスルームを見てみましょう。ララビーという日本の化粧品メーカーのクレンジング、化粧水、乳液。男性用の化粧水、乳液、ヘアトニック。フランスの高級ブランド、ゲランのシャンプー類。歯ブラシセット、ブラシ、コットン、綿棒が置かれています。ドライヤーはダイソンです。お風呂場も清潔でピカピカに清掃されています。シャワールームと浴槽が程よく分かれた設計です。ヒノキの浴槽にヒノキの壁、ヒノキの香りに包まれた癒されるお風呂。窓が多く開放的でありながらも山に面しているためプライバシーが守られています。
2つの大浴場をご紹介いたします。まずは本館フロントの近くにある大浴場です。中国の墓地の趣向を映した繊細な単色のタイル、変形の内風呂、丸い窓が特徴の福の湯。露天風呂は岩風呂で庭の木々と美しく調和しています。泉質はナトリウムカルシウム塩化物泉、pH 6.99 の中性です。二つ目の大浴場は平田館という別棟にあります。1300年も前から人々に親しまれてきたこの地の温泉の歴史に思いを馳せながら、ゆっくりとお湯に浸かり日頃の疲れが洗い流されました。お湯から上がると肌がしっとりとしています。披露宴でうたた寝してしまい気がついたらお食事の時間になっていました。牡蠣を感じる前菜からスタートです。カマスの炙り寿司、酢鶏みょうが、栗柚子味噌麩、人参梅煮、川エビ白線揚げ、落合有馬にむかごとチーズの串、かぼちゃ馬に、つるむらさきと鮭の燻製。西村屋の名がついた日本酒を注文しました。すぐ近くの霞で水揚げされた紅ズワイガニ。地元の朝倉山椒と一緒に香味蒸しにされています。松茸と地穴子の玉地蒸し。玉地蒸しは茶碗蒸しのことです。続いては季節のお刺身の盛り合わせ。壺に入っているのはバイ貝、マグロの幼魚、横はヒラメ、甘エビ、イカのしそ巻きと海苔巻き。締めのご飯はお部屋の中で炊かれています。焼き物は日本海で揚がった地魚の丹波焼き。本日の地魚はイサキです。こちらは片海苔という海藻と焼き塩辛。お献立には記載がなくサービスの一品です。箸休めとしてアワビの大豆に、そうめん売りの琥珀寄せと焼きかぶらが添えられています。シー魚は但馬牛の朴葉味噌豆板焼き。日本三大和牛である神戸ビーフ、松阪牛、近江牛の元牛となっている品種が但馬牛です。お食事は奥但馬の棚田米と赤だし。デザートはメロン、20世紀梨、マスカット、ぶどうゼリー。ごちそうさまでした。今日は朝が早くて睡眠不足でしたので、早くお風呂に入って寝ます。おはようございます。朝食はフロントの近くを2階に上がったところにある洗礼の間という大きなお部屋でいただきます。お料理は和食と洋食の2種類ございますので、本日は和食、明日は洋食をお見せいたします。お味噌汁は鍋にかかっていてちょうど良くなってきたら、自分でお味噌を溶いて完成させます。前菜は枝豆組湯葉、ハタハタの南蛮漬けと煮こごり、陣馬草と人参の白あえ、イカそうめんの沖漬け、小松菜としめじのおひたし。オリジナルのカニ山椒をご飯のお供にいただきます。主菜は後から運ばれてきます。日本海底引きカレーの一夜干しと津井山港の練り物。だし巻き卵とキャラぶき。煮物はナスの揚げ浸し。
ドリンクは野菜ジュースと久美浜平屋ミルク、デザートは季節の果物です。ごちそうさまでした。そのままラウンジでコーヒーをテイクアウトして帰ります。お昼間は近くの丘を登りに行ったり温泉街をお散歩したり。お部屋に戻ると清掃が済んでいて、中井さんがお抹茶とお菓子を運んできてくださいました。冷蔵庫の中のビールをいただきながら、のんびりした午後を過ごします。17時30分になりました。夜ご飯のお時間です。本日は2日目ですので、献立の内容が変わっているようです。食前酒は、イチョウの葉を漬け込んだ薬膳酒。独特の風味ですが、ナッツのようで癖がなく美味しいです。秋らしい虫かごを模した器の中には前菜が入っています。前菜はタチウオの八幡巻き、銀杏串、ムカゴ新庄、からしれんこん、キス通りの松前巻き、ニガウリとしらす、エビの香煎焼き、コスモスフ。白い器の方にはイカとセリを明太子で和えたもみじあえ。ご椀はサワラのけんちん巻き、炙ったからすみと松茸が入っています。お次はお作りの盛り合わせです。鯛の薄作りと石鯛、車エビ、ミル貝。薄作りはポン酢、他はお醤油でいただきます。鯛魚は蒸しアワビのグリル。和風のソースとピンクペッパーがかかっています。箸休めに利休豆腐豆乳。日本料理ではごまを使ったお料理に利休の名が付けられます。続いては磯魚と松茸の散り蒸し。本日の磯魚はカサゴです。お次は但馬牛の陶板焼き。各々自分の好みの焼き加減でいただくことができます。先ほど小さなお釜で炊かれていたのはトウモロコシご飯。ペロリと一人一釜完食しました。デザートは季節のフルーツが柿、イチジク、メロン、ブドウ。甘味はカニの形をしたもなかです。カランコロンと響く下駄の音。浴衣の似合う温泉地、城崎温泉。城崎温泉は町全体で一つの旅館という考えを持ち、それぞれの旅館が客室、駅が玄関、道が廊下、お土産物屋さんが売店、外湯が大浴場というコンセプトです。風情があり、来てよかったと思える素敵な街でした。おやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。本日は洋食と和食を1名ずつ注文しました。まずは洋食からご紹介いたします。シェフ特製玉ねぎのスープ、丹波の生ハムと久美浜チーズに無添加の地物野菜、パンはクロワッサン、カヤツイスト、ソフトパン。5種類から選べる卵料理は西村屋スタイル和風オムレツでお願いしました。デザートはフルーツとヨーグルト。ドリンクはリンゴジュースです。
続いては和食をご紹介いたします。和食の内容も1日目と2日目で変わっています。手前に前菜が5種類。ひょうたんの器の中身はイカそうめん。お味噌汁のお鍋は丸山川のしじみと車エビ。本日の卵料理は温泉卵。焼き物はのどぐろ。煮物は城崎豆腐屋のヒロース。ごちそうさまでした。チェックアウトは11時。お世話になりありがとうございました。アクセスについてご案内いたします。西村屋本館は兵庫県豊岡市に位置しています。私が今までに城崎温泉を訪れたことがなかったのは関東方面からのアクセスの難しさが理由です。今回は行き方の一例として実際にどのように行ったのかをご紹介いたします。羽田から伊丹へ、伊丹から田島へ飛行機を乗り継いで行きました。このルートのデメリットは鉄道や高速バスを利用する場合よりも金額が高いことと、お宿のチェックインに対してちょうど良い到着時刻の便がないこと。メリットは所要時間が他の交通手段なら6時間かかるところ、飛行機なら乗り継ぎの待ち時間を含めても3時間で行けることです。城崎温泉の最寄り空港であるコウノトリ田島空港は大阪伊丹空港のみとの就航で、便数は1日2便です。航路は朝9時30分に着く便か夜17時30分に着く便の2択で朝の便にしました。田島空港からお宿まではタクシーで約20分、または城崎温泉行きのバスで45分です。城崎温泉駅から西村屋本館までは歩いて7分ほどですが、無料で送迎していただくことも可能です。最後までご覧くださった方はぜひコメントをお寄せくださいね。高評価とチャンネル登録の数が増えることも大変励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。